皆さんこんにちは。韓国渡航歴20年マーチトラベルです。おばたび。今回はますます注目を集めている人気のスポットソンスドンを散策します。こちらのチャンネルでは国内外で撮りためた旅の動画を投稿しています。特に韓国旅行が大好きです。よかったらチャンネル登録、またインスタグラムもやっていますのでフォローお願いします。久しぶりの韓国ソウル旅行、定番スポットも行きたいけど、やっぱり新たな人気のエリアにも行ってみたいですよね。SNS で人気を集めているエリアといえば、なんといってもソンスドン。新たな再開発エリアとして熱い注目を浴びています。後ほどソンスドンへの行き方やお店の位置情報などもご紹介します。こんにちは。交通カードをチャージする位置に乗せてください。昨日は日本と同じくらいかなって思ったんですけど、マスクしている人が多分韓国の方がマスクしている人がどちらかというと少ない感じがします。あとお店の方がマスクしてない方がすごく多い気がします。2番線に乗って大体4駅ぐらいで3世紀やってきました。初めて来たんですけど、右も左もわからないので、2番マップを通りになんとか行ってみたいと思います。つけるかな。前回の東大門の動画でも触れたんですけれども、韓国の街歩きといえばネイバーマップのアプリが便利ですよね。日本語も使えてすごく助かります。かつてソンスドンは靴工場や自動車整備用品などを作る工場が集まる工業地帯だったそうです。古い工場をリノベしたカフェやギャラリーが増えていて、韓国のブルックリンと呼ばれています。なんかすごい行列があったので何かなと思ったら、なんでもアパレル系かな、選手の方が多いです。車の商材とかが多いんですけど、でもなんか若い方に多いし、おしゃれなお店が多い、不思議な感じです。最初の目的地へやってきましたよ。倉庫を改造したギャラリーカフェだそうです。ソンスドンカフェ通りの先駆け的存在らしいんですね。圧倒的な存在感でございます。カフェの域を超えてますね。ちょっとビビりましたよ。大きなスペースのど真ん中に大きなテーブルがありまして、自由にブレッド類を取ってレジに持っていきます。このレイアウト、スペースに余裕がないとできないですよね。今12時くらいなんですけど、カフェの店がティータイムじゃないせいか割と空いていてのんびりできます。平日ですしね、日本の方結構いらっしゃいます。アイスレテがすごい本格的な味がします。エスプレッソの香りがして最高に美味しいです。10年ほど前から音楽の公演やファッションショーなどが開かれてきたそうです。倉庫を改造しただけあってコンクリートとか、あと天井がねすごく高くて、それをそのまま生かしたすごく快適な空間になっています。
今までこういうタイプのカフェには入ったことがなかったのですごいインパクトがありましたし、あとカフェメニューもとても美味しかったです。続きまして個性的なセレクトショップの複合施設にやってきました。残念ながら中はどうやら撮影禁止だったみたいなので、インスタの様子をちょっとご覧ください。中をね簡単に拝見してきたんですけれども、感度高めのセレクトショップがたくさん集まっていたりとか、あとおしゃれなカフェもありましたよ。続きましてこちらもぜひぜひ来たかったところなんです。大人気ドラマヴィンセンツォに2回登場したロケ地でございます。ドラマを見ながらすごく素敵なカフェだなと思って、ぜひ行ってみたいなと思って調べたらソンスドンにあるということが分かってやってきました。この日も偶然タレントさんが本格的なロケをやっていましたよ。こちらに実際に来てみて想像していた以上に何倍もおしゃれでした。2階も素敵らしいので今度はゆっくり来てみたいです。コスメの体験スポットにやってきました。韓国最大手のコスメ会社アモーレパシフィックが運営しているところです。1500種類以上の製品が並んだショールームでコスメをいろいろと体験できるそうなんですけれども、予約をしておけばオーダーメイドのファンデーションやリップも作れちゃうそうです。サンプルのプレゼントや商品購入割引などの特典もあるそうなんですね。ちょっと時間がなくて私は残念ながら中でじっくり体験はできなかったんですけれども、こちらもやっぱり自動車修理店をリノベーションした店内は無機質な感じを残しつつも温かみがある感じでとってもおしゃれです。この雰囲気でコスメを体験できるっていうのはなかなかやっぱりソンスドンならではかなと思いました。続きまして大人気のカフェにやってきましたよ。2016年にオープンして支店もある人気のお店です。ベーカリーカフェなのでパンがとっても美味しいと評判です。東方神起のチャンミンさんも来たそうですよ。同じくもともと工場だった建物らしいんですけれども、空間デザインを行うアーティストグループが手掛けたそうです。古いコンクリートやレンガをそのまま生かした作りになっていまして、めちゃめちゃかっこよくないですか。もうどこを切り取っても絵になる感じで、このまますぐ映画を撮れそうな雰囲気ですよね。はい、ここでソンスドンの行き方ですけれども、私が泊まっていたところから乗り換えなしで10分、とても便利な立地でした。今回お邪魔したお店の位置関係はこんな感じになっています。ソンスドン初めて行ってみたんですけど、繁華街や観光地という感じではなくて、普通の街並みに見どころが点在している感じなので、探しながら行ってみるのも楽しいかなと思います。とにかく今回お邪魔したカフェはソウルでも東京でもあまり見たことがなくて、すごいインパクト大でした。ぜひ皆さんも行かれてみてはいかがでしょうか。今回の動画を楽しんでいただけましたらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。